ロキの翼がイムに折られる。ブルックの真の正体判明、そしてサンジが絶望を救う。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1183話のネタバレが判明しました。タイトルは素晴らしい日、人魚です。扉絵リクエスト、麦わらの一味と巨大な象たちが描かれた豪華な一枚。今話のストーリーは前回から続きます。悪夢の怪物である雨の神ザザに対し、巨人たちは全く歯が立たず、状況は息を飲むほどの絶望に陥ります。しかし今話の最後の最後で、ついにサンジが真打ちとして登場します。ただし、その後すぐに場面が切り替わるため、サンジが水怪と戦うシーンは描かれていません。一方、ロキ、ラグニル、そしてイムの戦いはまだ続いています。驚くべきことに、ニーズホックの翼があっさりとへし折られ、重傷を負ったにもかかわらず、ロキはイムを相手にしっかりと持ちこたえています。忘れてはいけないのは、弱体化した状態のロキでさえ、かつてハラルドを徹底的に圧倒したということです。街道や白ひげらの実力を熟知している古参のギャバンが、ハラルドを破壊不能の怪物と評価し、彼を倒せる者は世界にいないと断言していたほどです。イムは戦いの中で、ロキが同盟を拒んだ以上、かつて銅山を殺したように、ルフィとロキをまとめて抹殺すると宣言します。銅山はイムの口から出た全く新しい名前であり、前時代の強者である可能性が高く、おそらくラグニルの前の持ち主、つまりもう一人の伝説のエルバフの巨人戦士ではないかと推測されます。同時に、軍庫は依然としてラグニルが作り出した氷の中に閉じ込められており、イムでさえ彼女を救い出すことはできません。これは、ロキが以前に言ったラグニルが作り出した氷は、ラグニル本人にしか解けないという言葉を裏付けています。これを見ると、大土戦団も現在、厳重な保護のもとにあるようです。今話のもう一つの核心となる内容は、ブルックの過去の回想です。ウソップがブルックに軍庫のことを尋ねたことがきっかけとなり、ブルックが海賊になる前の過去の記憶が呼び起こされます。当時のブルックはまだ普通の人間であり、今話では彼の20歳当時の姿が描かれています。彼はかつて7歳の首里姫と共にエスペリア王国で暮らしており、その首里こそが5の軍庫なのです。当時のブルックはエスペリア王国護衛隊の隊長を務めており、これは初期のストーリー設定と呼応しています。ある日、一人の悪党が女王を襲撃しようと企てましたが、ブルックは彼を打ち負かしただけでなく、その勢いで犯罪組織全体を掃討しました。ブルックはそのことで王国中にその名を轟かせました。しかし、王国において彼よりも高い名声を得ていたのは女王本人でした。彼女の名前はキャンデルといい、エスペリア王国護衛隊の全隊長でした。その正体は軍庫の母親であると推測されます。第一の世界の結末を振り返ると、地の神は怒り、妖艶の蛇と共に世界を死と闇で包んだ。以前の分析で指摘したように、この災難は太古の時代に世界を破壊した巨大地震と火山噴火を暗喩している。しかし、もし当時本当に先進的な文明が存在していたなら、間近に迫る破滅を前にして、人類は間違いなく全力を尽くして救済しようとしたはずだ。したがって、本校は最初の革新的な仮説を提示する。赤い土の大陸の誕生は、実は人為的な介入によるものである。この帯状の大陸が形成されたのは、その両側で驚異的な規模の大爆発が起きたためであり、この爆発によって星の陸地の大部分が沈み、赤い土の大陸だけが難を逃れ、結果として現在最も標高の高い陸地となった。爆発によって生じた土ぼこりが空を覆って太陽光を遮り、世界を暗闇に陥れ、この大災難によって大多数の生命が消滅した。それにもかかわらず、第一の世界の文明は完全には途絶えておらず、太古の人類は赤い土の大陸に文明復興の火種、すなわち古代の科学技術を残した。生き残ったごく少数の人類が文明の血脈を継承し、廃墟の中から第二の世界が再び息を吹き返したのだ。あの世界を滅ぼすほどの災難が地表を完全に作り変えてしまったため、その後長きにわたる歳月の中で、世界は過酷な環境に置かれ、生命力は失われていた。第一の世界の生存者たちは、赤い土の大陸で懸命に子孫を増やし、古代の技術を頼りに、後世に伝わる神の国という発達した文明を築き上げた。世界を再建するため、神の国は生命科学のタブーである不老不死の追求に触れた可能性が極めて高い。
彼らは先進技術を用いて人体を改造し、極限環境に適応できる強大な個体を作り出し、さらには再び星を征服しようと試みた。この壮大な願いが完全に実現することはなかったが、その研究開発の過程でバッカニア族、ミッツモク族、ルナーリア族など多くの希少種族が誕生した。これらの種族は不老不死を得ることはできなかったが、普通の人間にはない得意な能力を身につけていた。最終的に神の国の先人たちはこれら特殊種族の協力を得て、徐々に赤い土の大陸から世界各地へと移住していった。第一の世界が滅亡した教訓を生かし、彼らは集団で撤退する際、特定の技術を使って国全体を封鎖し、そこを科学技術の墓場と化すことで高度な古代技術の流出を制限しようとした。特に革新となる古代のエネルギーは遺跡を開く鍵として秘密裏に持ち出された。エネルギーの供給がなければ神の国の技術的遺産を再起動することはできない。これもまた聖地マリージョアの地下深くにある巨大な麦わら帽子が保管されているエリアの扉が精密な機械構造の特徴を備えている理由を説明している。そこは極めて高い確率で巨大な機械空間であり、エネルギーが枯渇しているため、たとえ機械の扉であってもイムは手動で開けざるを得ないのだ。当時、赤い土の大陸を離れたすべての部族は何らかの契約によって神の国の秘密を守り、生存と繁殖に必要な少数の基本的な技術だけを持ち出すことを許された。そしてイムが属するネローナ家の祖先は極めて高い確率で神の国を離れて地表に降り立ち、生存した人類の一派であったと思われる。しかし彼らは神の国との約束を破ったか、あるいは他の方法で革新的な機密を盗み出し、長期間潜伏して古代エネルギーを再び見つけ出す機会を待ち、神の国への帰還と再び神の座につくことを企てている。長い歳月が流れるにつれ、神の国は次第に神話や伝説へと変わり、地上の世界も徐々に活気を取り戻していった。全体的な科学技術の水準は第一の世界には及ばないものの、時代はすでに新たな変化をはらんでいた。いわゆる森の神は魔を使わせたというのは、さまざまな超自然的な能力が悪魔の実という形で世に降臨したことを暗喩している。悪魔と神が対立するという設定は、本質的に悪魔の実が代表する超自然的な能力と古代の科学技術の力との間の激しい衝突を象徴している。能力者同士の争いが日増しに激化するにつれ、一部の国々は稀に大陸の奥深くから古代の科学技術の遺物を発掘し、リバースエンジニアリングを行うことでさらに強力な力を掌握していった。エルバフの深部に残された古代遺跡こそがその名称である。巨人族はおそらくその中の一部の技術を解析しただけで、太陽石や霧の船といった神事が対技術を手に入れたのだろう。同様に水の都で建造された戦艦プルトンも古代の科学技術体系が部分的に再現されたものである可能性が極めて高い。古代の技術の秘密が暴露されたことで、人々は競って第一の世界の遺産を探し求めるようになり、それによって科学技術はある程度の復興を遂げた。遺憾なことに人類は強大な武力を手に入れた後、再び資源をめぐる果てしない戦火に陥り、同じ過ちを繰り返し、欲望の渦に巻き込まれ、種族間の奴隷化と抑圧も絶え間なく続いているのだ。ワンピースの世界は実際には絶えず輪廻の中にあり、イムとルフィ、一体どちらが最終的に世界を滅ぼすものなのか。現在、ワンピース最終章の最大の謎は、巨人国に現れた神天の伝説とその壁画の内容に他ならない。以前、私は神天のさまざまなメタファーを深く分析し、壁画の多くの詳細を整理して、3つの世界で起きた歴史を推測してみた。しかし、細かいディテールにこだわりすぎると、より革新的な問題を見落としがちになる。なぜ3つの世界の輪廻が生じたのか？なぜ世界が2度も連続して滅んだ後も、定められた運命を変えられないのか？また、白ひげ菓子の間際に、そしてベガパンクが配信でともに言及した巨大な戦いの到来をなぜ予言できる者がいるのか。ワンピースの世界観を俯瞰すると、まるで何らかのシナリオに従っているかのようであり、世界の未来の運命を繰り返し操っている力が存在し、その極中にいる者たち、イムやジョイボーイも含めてはおそらくみんなこのシナリオを打ち破ろうとしているのかもしれない。ここで本校の最初の結論を提示しよう。
イムというキャラクターは単なる悪役やラスボスと単純に定義することはできず、ある意味では彼もまた世界の滅亡を阻止しようとしているのかもしれない。本校ではワンピースの進展の壁画分析のさらに踏み込んだ考察をはじめ、その真相にある物語の論理を探求していく。これまでの分析では、世界の王であり天龍人の最高権力者であるイムが作品全体の最終的な障害になると考えられてきた。彼の正体は未だ謎に包まれているが、現在分かっているのは、世界を創造した20人の王の中にネローナ家のイム星という人物がいたということだ。ネローナという日本語のカタカナには神の意味が含まれている。注目すべきは、当時のイムは他の天龍人と同様に星という尊称を持っていたが、現在その尊称は使われていないように見えることだ。彼の地位はますます超然としたものになり、世界最高の権力を握る五老星でさえ、イムとの間には天と地ほどの差がある。明らかにこの自らを神と称するネローナ家は、ワンピースに登場する他の神秘的な特殊種族と同様に、人には知られざる革新的な機密を隠し持っている。イムはおそらく最初から最後まで一貫して家族の使命を遂行し、神の姿で世界全体を支配しようと意図しているのだろう。しかし、スローガンだけでこの目標を達成するのは明らかに不十分であり、ネローナ家は絶対的に強大な力を握る必要がある。ワンピースの世界観において真の強大な力とは何か？それは各種の悪魔の実でもなく、極めて破壊力の高い覇気でもない。なぜなら、それらの力は一時的な戦術魔と勝利を得ることにしか過ぎないからだ。世界情勢を根本から覆し、再構築できる真の力とは、より神秘的な古代兵器である。これらの兵器は大陸を沈めるほどの壮大な災厄を引き起こす能力を備えている。例えば、海王ポセイドンは海の中で最強の生物である海王類に命令を下し、瞬く間に島を破壊することができる。冥王プルトンは造船史上最悪の戦艦と称され、一撃で島を消し去るほどの絶大な火力を持つ。現在、古代兵器はまだ完全に覚醒していないが、その脅威は現実に存在し、いずれも決定的な戦略的抑止力を持っている。それらは攻撃規模が巨大で、広域破壊の特性を持ち、地形を広範囲に変えることができる、まさに世界を滅ぼすに足る真の力である。800年前、ジョイボーイは世界に一つなぎの大秘宝を残し、同時に歴史の本文と古代兵器を残したが、これらはロジャーが言った富、名声、力にそれぞれ対応している。ベガパンクはかつて疑問を呈した。ジョイボーイはなぜ古代兵器という極めて危険な力を意図的に残したのか？明らかに兵器として定義されるそれらが存在する根本的な意義は、前代未聞の強敵を打ち倒すことであり、その脅威のレベルは全世界の公敵に等しいかもしれない。これが問題の核心に触れる部分である。再び壁画に目を向けると、以前の分析で私はこの壁画が第二の世界の歴史を描いており、子供の落書きのような形で記録されていると推測した。完全に写実的ではないものの、深い意味が込められている。壁画の右側の出来事は比較的早くに発生しており、大規模な開発と征服の光景を描いている。この勢力を率いる人物は王冠を被っており、この集団の支配者であると推測される。絵の中では、人々が神秘的な技術によって膨大なエネルギーを採掘している様子が描かれており、このエネルギーは強大な怪物や驚異的な威力を持つ飛行船に供給されただけでなく、人体の改造にも使われている。壁画の右下にある精密な機械構造は、当時すでに高度に発達した神秘的な科学技術文明が存在していたことを暗示している。これらの技術はどこから来たのか？なぜ現在では姿を消してしまったのか？事実、科学技術は一旦誕生すれば完全に消し去ることは容易ではないが、稼働に必要な重要な条件が欠ければ停滞してしまう可能性がある。古代のエネルギーの喪失こそが、現在の大秘宝世界の全体的な科学技術水準が低い原因となっている重要な要因である。白ひげはかつて赤い土の大陸の上に神の国が存在していたと言及した。いわゆる神とは超自然的な力を指すのかもしれないし、当時の時代の認識をはるかに超えた先進的な科学技術を指すのかもしれない。ワンピースの設定では、この2つはどちらも成立しうるだけでなく、同時に並存していた可能性も極めて高い。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。
もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。